皆さん、こんにちは。GSR の飯田美穂です。皆さん、フィリピンでは不動産は完成前に購入するのが一般的だということをご存知でしょうか？フィリピンではこれがプリセール物件と言われております。本日はそんなプリセール物件の購入方法について説明をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。はい。本日の目次、最初に少し説明させていただきます。まず最初に、このプリセール物件とは何ということですね。こちら、ちょっと特別な、支払い方法ができるという物件です。そして2つ目が、実際具体的にどうやったらこのプリセール物件を買えるのということですね。そして3つ目、プリセール物件の購入に必要な支払いについて、そして4つ目、同じくプリセール物件の購入に必要な今度は書類について、そして最後にこのプリセール物件の投資で成功するためのヒントをシェアさせていただきます。それではどうぞよろしくお願いいたします。はい。ということで、まず1つ目、プリセール物件とは何ということですね。まず、このプリセール物件、こちらの出ている写真の通りなんですけれども、建築途中のまだ物件が完成していない状態で購入するという購入方法になります。だいたい物件の完成の3年とか5年ぐらい前から販売が開始されることが多いです。そしてこのプリセール物件を購入するメリットとデメリットなんですけれども、まずメリットですね。だいたいこのディベロッパーが早割っていうんですか、早く買えば買うほど、ちょっと値段が安く設定されているので、物件の完成後に買うよりもだいたい安く買うことができます。そして頭金が最小で済みます。物件の、例えば最初頭金10%だけとかで購入の契約を結ぶことができます。そしてデメリット、懸念点の方ですね。こちらは、どのディベロッパーももちろん、物件の完成予定は何年後のいつぐらいですよっていう予定は出しているんですけれども、正直フィリピンはこの建築が遅れることがほとんどです。なので、実際に自分の物件の引き渡しが受けられて住み始めることができる、実際に賃貸運用を始められるのがいつになるのかっていうのがちょっと読めないっていう、そういった懸念もあります。はい。そしてこのプリセール物件は支払い方法がちょっと独特なんですけれども、これはディベロッパーによって物件によっていろんな支払い方法が用意されていることが多いです。そして通常早く買えば買うほど物件のトータル金額が安くすることができて、そして頭金ですね。最初に入れる金額が大きければ大きいほど割引が適用してもらえることが多いです。そして頭金がだいたい最低10%ぐらいから購入することができます。なので1000万円ぐらいの物件だったら頭金として最初に必要なのが本当100万円ぐらいから購入することもできるということです。そしてこの支払い方法なんですけれども、ディベロッパーだったり物件によってすごく異なりますので、ご自身にとって一番いい支払い方法を選んでいただくことができます。こちら、ダライズマカティという物件の竣工の大体引き渡しの1、2年ぐらい前の時点での支払い方法ですね。こちら見ていきますと、1つ目のキャッシュペイメント。こちらが、要するに一括購入みたいなことですね。最初に頭金として95%入れるという、こちらの支払い方法の場合は、5%の割引が適用されます。そして逆に、例えば頭金は10%のみ、で残りの40%は竣工、引き渡しの時まで分割の支払いをしていって、最後に物件完成時に残金を50%とか、80%っていう、最初の手出しを最小にする場合は割引が適用されないとか、物件完成の3年、5年ぐらい前に買う場合は、こういった支払い方法でも2%ぐらい割引が適用されることもあります。なので、ご自身の資産状況に合わせて一番最適な支払い方法は何かなっていうのを選ぶことができるのも、このプリセール物件の魅力かなと思います。はい、それでは実際にプリセール物件を購入する手順を説明させていただきます。はい、こちらですね。左側がお客さんが
していただく手順、そして右側が弊社 GSR が担当させていただきます手順になります。まず1つ目ですね。お客様よりお問い合わせをいただきます。そして弊社 GSR がお客様のお問い合わせ、リクエストに基づきお勧めできる物件をご紹介させていただきます。そして弊社よりお勧めさせていただいた物件の中からお客様がご選択いただけましたら、ディベロッパーの方に問い合わせて最新の在庫状況を確認します。そして在庫の確認ができ次第、購入をするための申請、申し込みをします。その時に弊社の方で申し込み書類のお手伝いをさせていただきます。そしてこの申し込みと同時に予約金、リザベーションフィーの支払いが必要になります。そしてこちらの書類と申し込み書類と予約金を受け取り次第、直ちにディベロッパーの方に連絡をしまして、お客様の物件をおさえさせていただきます。そして5番目ですね。Settle down payment。こちらが頭金の支払いです。はい。実際に頭金を支払いまして、正式に物件の購入ということになっていきます。そして、この次の optional と書いてある SPA、これは Special Power of Attorney っていうんですけど、これ委任状ですね。お客様ご自身で全て現地で手続きができる場合は、こういった書類もいらないんですけれども、なかなかフィリピンへの渡航が難しいだとか、各国へでいちいち書類の契約書の認証なんかをすると結構費用もかかったりしますので、そういったお客様はこういった弊社の社員に向けて委任状を書いていただいて、弊社で代行して手続きさせていただくというケースが多いです。そして7番目ですね、Start paying monthly amortization ということなんですけれども、これは月々の支払いですね。毎月の分割支払いで購入しますよという購入方法を選ばれた方は、この最初の頭金を支払った後に毎月の支払いが始まります。で、その次ですね、だいたい頭金の支払いから数ヶ月後、早いと1、2ヶ月なんですけれども、するとディベロッパーの方から CTS、Contract to Sell という契約書が発行されますので、この売買契約書をサインと認証が必要になります。そして、物件の竣工の頃ですね、最初にお客様にサインをしていただく支払い表の通りになることが多いんですけれども、最後に残金の支払いになります。そしてこの other charges というのは、登記費用なんかですね、登記申請料なんかの支払いもこの時に支払っていただきます。で、最後にこの sign and doors Deed of Absolute Sale と言いまして、これは権利証明書のようなものになります。最初にサインをしていただくコントラクトセールという売買契約書は、あくまでこの通りの契約内容で契約をすることに同意しますということで、まだ全額も支払われていないので、あくまでこの契約内容で買いますよっていう、そんな書類なんですけれども、こちらの DOAS、Deed of Absolute Sale という方は、実際にその、契約通りに物件の金額がすべて支払われ、このお客様に物件の権利が移りましたよということを証明する書類になります。そして最後の Punch Listing and Key Receiving というのが最後にお部屋の引き渡しですね。お部屋に何か問題が何もないかっていうことを確認して鍵の引き渡しを受けるという、それについてもすべての手順の箇所において弊社 GSR でサポートをさせていただいております。こちらがプリセール物件購入の手順になります。はい、それでは次にプリセール物件購入に必要な支払いについて説明をさせていただきます。はい、まず1つ目。To start your purchase ということで、まず購入をするために最初に必要な支払いですね。こちらがまず最初、reservation fee というのが予約金です。これは物件によるんですけれども、だいたい2万から20万ペソくらいのことが多いです。そしてこれは物件を抑えるため、予約するために必要な支払いです。で、その次がダウンペイメントですね。これはお客様が選んでいただいた支払い方法によってそちらに記載されている通りのパーセンテージ金額になります。はい。で、その次のトランスファーフィーなんですけれども、これはちょっと特殊なんですけれども、お客様がディベロッパーから直接買わずに、すでにディベロッパーから買われている他の購入者の人から転売を受ける際には、この名義を変更するためのこういったトランスファーフィーというものが必要になってくることもあります。
はい、そしてその次、at the turnover ということで、実際引き渡しの時に必要なお支払いですね。まず1つ目、balance。これ残金ですね。でこれも最初にお客様が選んでいただいた支払い方法のスケジュールに載っている通りの金額になります。で other charge というのが、これ大体 5% ぐらいになることが多いんですけれども、これは印紙税だったり、登記のために必要な諸税金などになります。で最後の furnishing fee というのは内装費用ですね。内装必ず必須というわけではないんですけれども、フィリピンでは先に内装インテリアをしてから貸し出すというのが一般的で、逆に内装をしていないとなかなかテナントさんが見つからなかったりだとか、見つかっても家賃がかなり下がってしまうので、一般的に皆さん家具内装入れをしてから貸し出すというのが多いです。でこちらはだいたい平米1万から2万ペソぐらいになることが多いんですけれども、こちらもお客様のリクエストだったり、お部屋のタイプだったりによって、弊社の方で見積もりを作成させていただいております。はい。そして、その他、引き渡し後に必要な支払いですね。まず一つ目、Real Property Tax。これは、固定資産税ですね。市役所の方で出している評価額の1から2%です。これは、市役所に対して支払うものでして、これは、市役所の方からちゃんと、請求書が来ます。でその2つ目ですね、Association Dues というのが管理組合費ですね。これ物件によって、管理組合によって金額まちまちなんですけれども、だいたい平米あたり70から200ペソぐらいのところが多いです。ただ年々ちょっと値上がり傾向にはあります。はい、これは管理組合事務所に、アドミンオフィスの方に支払うものになります。そして3つ目ですね。これ、PM Service Fee って書いてあるんですけれども、これは弊社 GSR が Property Management、物件の管理、賃貸管理を代行させていただく際に、家賃の5%をこの管理手数料としていただいております。最低1500ペソになります。はい。そしてその次、リーシングフィーですね。これは客付け費用です。これフィリピンの相場なんですけれども、1年契約の場合は1ヶ月分の家賃をいただくというのが、フィリピンの商習慣になっております。はい、その次のリセールフィーですね。将来物件を転売する、売却するときに、売却のお手伝いもしております。その場合は、実際売却する金額の5%ほどを弊社の方で売却手数料としていただいております。これもフィリピンの大体市場相場これくらいになっております。そしてその次、Special Education Fund。これは特別教育基金と訳されることが多いんですけれども、これも市役所に払うもので、だいたい市役所の出している評価額の1%ぐらいです。で、最後、Fire Insurance。これ、火災保険料ですね。これ、任意なので必ずではないんですけれども、本当に保険会社だったり、お客様に選んでいただく保険のプランによって金額が異なります。ということで、プレビルトの購入に必要な支払いについて説明をさせていただきました。それでは次に、プレビルドの購入に必要な書類について説明をさせていただきます。はい。まず最初、購入時に必要な書類ですね。まず一つ目、Valid ID。これは身分証ですね。これはフィリピンの納税者番号、通称 TIN カードと言われるものなんですけれども、あとパスポートですね。あと物件によっては免許証も求められることがあります。そして Application Form。物件の購入申込書ですね。これはディベロッパーから渡される、そういうディベロッパーの方で用意している書類フォームがありまして、そちらを記入していただきます。通常大体 Reservation Agreement だったり、Buyer's Information Sheet っていうような、購入者情報、予約同意書みたいな書類があります。で、SPA、これは Special Power of Attorney という委任状になります。こちらはオプションです。はい。はい、そして2つ目、その後に必要な書類ですね。1つ目が Contract to Sell、通称 CTS と言われているもので、これは売買契約書になります。これはお客様の方でサインと、あとサインをした国での認証が必要になります。これが委任状を作成していただいている場合は、こういった手続きが弊社の方で代行することもできます。でその次、この Deed of Absolute Sale。先ほどもちょっと触れたんですけども、通称 DOAS、Doors と言われているもので、これは最後の支払いが終わった後に発行される、権利を証明するような書類になります。
はい、そして最後に引き渡し後に必要な書類ですね。一つ目が Property Management Contract ということで、賃貸管理の委託契約書になります。これは弊社 GSR だったり、どこかの管理会社に管理を委託する場合に必要になります。そして二つ目、これ最重要ですね。Condominium Certificate of Title CCT というもので、これ登記簿です。はい、これは市役所の方で発行されます。これは引き渡し後になるんですけれども、その時の市役所の忙しさだったりによっては、引き渡しからこの登記簿が手元に来るまで結構時間がかかってしまうこともありますので、ご注意ください。はい、そして最後に Contract of Lease ということで、賃貸契約書です。お客様のお部屋を誰かテナントさんに貸し出す場合には、この大家さんとテナントさんの間で、こういった賃貸契約書を結びます。はい、ということで、今までプレビルド物件の購入方法について、いろいろ詳しく説明をさせていただいたんですけれども、まあ、これで分かって、プレビルド物件投資面白そうだなって思っても、やっぱり物件の見極めとか、エリアの見極めがとても大切です。で、その投資で成功するための情報を弊社の方で発信させていただいております。これGSR のYouTube チャンネルですね。これ日本語版と英語版どちらもありますので、見やすい方を見ていただければと思います。で、こちらの YouTube すべて無料で配信しておりますので、ぜひこちら活用していただければと思います。で YouTube の他にも弊社の方でウェビナーですね、オンラインのセミナーも開催しております。こちらも日本のオフィスとフィリピンのオフィス、両方でセミナーだったり、個別の相談だったり、開催しておりますので、お気軽にお問い合わせいただければと思います。はい。ということで本日はフィリピンのプリセール物件の購入方法についてご覧の通り説明をさせていただきました。最後までご視聴どうもありがとうございました。ぜひ、こちらの YouTube チャンネルの登録、サブスクライブと高評価できたらいただければと思います。あと何かご質問とかありましたらお気軽にコメントいただければと思います。それではどうもありがとうございました。